時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火はいまだに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。県政芦名一心、国取りの決戦であった。野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼よ。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年。芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
井戸底におるあの忍び、特に稼などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。月見櫓が今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな。まだほんの子供というに、囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、源一郎様も何かお考えがあるのだろうが。月見櫓の扉はちゃんと閉まっておるか。閉まっておるが、壁の穴はそのままにしておるぞ。ああ、そちらは心配いらぬだろう。穴は崖際じゃ通えるものなどあるまいよ。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました。我が主。うむ。表を上げよ。くさび丸、そなたの刀だ。我が忍びよ。主従の約定に従い、命を賭し、我に仕えよ。御意。狼よ、傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水のひょうたんだ。これで傷を癒してくれ。さて、そなたの体、その後大事はないか。その後とは。あの世のこと、覚えておらぬのか。はい。いや、司祭は後にしよう。今は、このアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に、城外への抜け穴がある。一心様より、そう聞いたことがある。まずは、その橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたらそうだな。足の歯笛で合図をくれるか。ほら、昔、聞かせてくれたであろう。こう、ピーッとな。その音を頼りに、そなたのもとへ行こう。
堀に沿って進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。このアシナの城を脱するため、橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら合図をくれ。アシのハブエをそなたと私の不調としよう。この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せじゃと。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんのう。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出て
いずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。いや、懐かしいと思うてな。さあ参ろう。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私はすまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。芦名源一郎。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。これは。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。お前さん、名は何という？その目、さしずめ、任に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃならん。お前さんはお前さんで好きにしな。
この左腕、俺に何をした？そいつは忍び義手。石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手。そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。任具を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。任具だと？そうか、このからくり。察しがいいな。任具を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。喋りすぎたな。いいきな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。その優しい顔の仏様は、わしの彫ったもんじゃねえ。まことの仏師が彫られたものだ。人が己の内にあるものと向き合う、そういった時に助けとなるだろう。己の内にあるものとは？怒り、悲しみ、あるいは古い過去の記憶、そういった類のものじゃ。
伊之助か。せがれよ、若様を見なかったかの。なんじゃ黙ってしもうて。腹でも痛いかの。そなたは昔から腹を下しやすかったな。まあよい。せがれよ、この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。誰ぞそこにおるのか。おう。その声、いやまさかな。御人、我が名は野上伊之助。平田家の老頭だった。どうかそこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか。お主の母に鈴をもらった。そうか。礼を言う。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に備えろと。ご供養いかがかね。供養。さよう。死者たちのご冥福のため品を売っておる。見たところあんたも随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。死者があるところまた供養衆あり。カラスどもと同じことじゃて。どこへ行こうとご供養を欠かさぬようにのう。ご供養。死者たち
見覚えのある顔だ。ああ、忍びの旦那だ。いやあの世以来ですね。あの世とは何だ？旦那、覚えてねえんですか？ああ。へえ、なるほど、覚えてねえと。なあ旦那、あっしはあんたに会ったことがある。その頃は賊をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が銭がない。銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにちーとばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げやしょう。どうです？悪い話じゃねえでしょ。銭だ。旦那、ありがてえ。話してくれ。ああ、もちろんでさ。あの世、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り芦名の分家。ちんけな野党なんざ普通は返り討ちです。けど先だっての戦の折だ。若い侍はほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた。そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ、あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで？ねえ旦那、お題さえいただけりゃ他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ情報を買ってください。情報を買おう。お買い上げありがとうございやす。ああ、なんたって旦那は忍びでさ。忍びの道具の情報を教えて差し上げやしょう。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがありやす。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間がぶんどったもんです。ボーボーってな調子ですげえ勢いで火を吹いてやしたよ。火の出る筒が平田屋敷に。覚えておこう。いただいた銭を元手に品を仕入れてきやす。旦那、楽しみにしていてください。赤鬼め、縛るだけでは不安じゃのう。戦の前に我らが襲われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を恐れる。そういうお達しじゃて。お達しねえ。変わっちまったな、芦名の戦も。
見ろ。大手門にのろしが上がっておる。刑部様か。ああ、まさに鬼刑部。あのお方がおれば芦名もまだまだ安泰よ。木陰よ、かわいそうなオラの馬子よ。奴ら爆竹なんぞで脅かしよって死んじまった、死んじまったよ。ひとたびは退けたが、ナイフの軍はあまりに強大だ。それゆえ我が血を流因の力を利用するというのですか。いかに力を得るとて痛みも恐れも忘れ戦い続けるなど、私は人の生き方を歪めたくはないのです。この屍の山を見ろ。もはや尋常のすべては芦名は守れぬのだ。私は健一郎殿ほど強くはなれません。何をなすべきか未だわからぬのです。あれから随分と経つ。待ったとて無駄なことだ。
は行部正隆なり。生徒は死ぬるぞ。わっぱ行くぞ鬼影。では足らぬか。なら行く旅でも来るまでだ。供養いかがかね。こんなところにも死者があるところ、また供養衆あり。ゆえに戦場こそ我らの庭よ。さあご供養していきなされ。死者があるところ、また供養衆あり。どこへ行こうとご供養を欠かさぬようにの。
ネズミがもう一匹。いや、その目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗りわしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死におる。じゃが、その左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、赤色。お主をそう呼ぼう。お前は何だ？わしはアシナの天狗よ。おう赤色。お主もネズミ狩りをせぬか。何だと？このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも人斬りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃ赤色。ネズミ狩りをせぬか。承知した。よし、赤色よ。ならばこれをくれてやる。これはネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすればお主の戦に役立つものをやろう。へえ、あんたが生き残ったのかい。鬼の刑部様もやっと屍になれたかね。けれど何も変わりゃしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた考えたことがあるかい？そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。
一心の病、やはり重いようじゃ。たとえ源一郎がおれど、芦名の国長くはなさそうだの。してもう一つの任は、城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な生中にはやれぬぞ。
本当にあれを戦に使うつもりかのう。ああ、だが仕方なかろうて。アシナは今や存亡の危機、なりふりなど構っておれぬでな。じゃが、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度起これば敵味方の別などなかろうでな。目覚めたようじゃな。因果よの。なかなかに死にきれぬようじゃ。目をつぶり、鈴の声を聞いてやるといい。
その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。お主、フクロウのせがれか。何があった？賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。今は幾年だ？何をおかしな。教えてくれ。龍泉詣の年であろう。龍泉詣3年前か。どういうことだ？武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。
なんてゲロウども。おいお主確か忍びよな。であればお堂の忍びよの奴らを頭蓋を叩き割って頼む。兄貴、次はこのお堂ですかい？いや、そこはいい。次に行くぞ。けんど、供え物でもあれば重蔵様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度言やわかるんだ、タコが。怒らないでおくれよ、兄貴。タコでごめんよ。
よう旦那、あんたも火事場泥棒ですかい？旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも？まあ何にせよ、ここはあっしが先に見つけた場所でさ。よそを漁ってください。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。おう、ここを開けやがれ。こそこそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか？おう。どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。族どもの中に忍び狩りの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。ああ、無理です。この傷ではとても。誰ですか？族ではない。あなたは若様の。あ、よかった。忍び殿、族どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです、忍び殿。若様をお救いください。これをあなたに託します。どうかお役立てを。承知。
父上。お前か。不覚を取った。このわしも置いたものだ。手当てはよい。この傷ではもはや助からぬ。それより狼よ、これを。これはお屋敷の隠し仏殿の鍵よ。巫女様はそこに。だがこの火の手じゃ正面からは入れぬ。崖外からならば。そうじゃ。あちらから外へ出て崖沿いに進み、霊園から回り込め。さすれば抜け道が。わかりました。狼よ、忍びの掟は忘れておらぬな。はい。主は絶対狼よ、命を落としてお守りするのじゃ。父上。左手へ出て崖沿いに進む。霊園から回り込めば抜け道がある。お任せください、父上。
フクロウのせがれか。わしは
恐ろしきものを見た。湧き出てくるのじゃ。次から次へと。止め殿、止め殿。若様、若様がお屋敷の奥に。わしのせがれが、伊之助が向かったゆえ無事と思うが、はぐれ忍びよ、念のためじゃ。お主も若様をお救いに行っておくれ。そなた、若様のこの先へ行くのはやめておけ。恐ろしき現術よ。種ならしがなければ破れぬぞ。これをわずかだがそなたに託そう。父上、母上、少女よ、皆どこへ行ったのだ。巫女様、現実か。久しいな、フクロウのせがれよ。お蝶殿、言ってください。そなたは。なすべきことをなすのです。わかりました。さて、やろうか、せがれ殿。やるじゃないか、せがれ殿。ならば我が幻に惑え。楽しんでおくれ、せがれ殿。存外に
なるものだな、不動のせがれよ。腕を上げたね、狼。私のためそなたは戦ってくれた。捨ておくことなどできるものか。狼よ、我が血と共に生きてくれ。なんだお前さん、勘が戻ってきたようじゃな。ちっとは忍びらしくなってきたように見える。とっておきな。これは忍びの技じゃ。侍には真似できぬ忍びの戦う術が書いてある。まあどうするかはお前さん次第よ。戦う術など忍びだけでもあるまいって。
ありがたいや、ありがたいや。何を拝んでいる？はい。お前さん、千宝寺を知らんのかい？金剛山の千宝寺。尊いお方がそこにおわす。さあ、お前さんも拝んでみ。ありがたいや、ありがたいや。ありがたい、金剛山おとさあ、ありがたい。お主、太郎兵に鎧を着せたそうじゃな。ああ、あやつめ、ぐずりおってな。まったく難儀な仕事じゃった。だが、その甲斐はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え、今や刃も通さぬのじゃからな。まあ、その通りじゃが、無理くり着せているからの。何かあれば、鎧はすぐに剥がれちまうさ。
あなたはこのような場所に何用ですか？ああ、もしや忍びのお方でしょうか？そうだ。やはりそうですか。あの任を請け負っていただけるとか。私は道中落ち水の施術の支度を任されております。早速ですが、忍びのお方、師匠から預かった文をお渡ししましょう。司祭はこちらに。御仁、そこの御仁。この千宝寺は今や御仏の教えより外れたが、皆そうであることを捨て、死なずの探求に魅入られてしまいました。虜となれば何をされるか分かりません。お帰りになられた方がよいでしょう。それでももしこの千宝寺に入る理由があるのならば止めることはいたしません。ただどうかお気をつけて。この千宝寺に入る理由があるのならば止めることはいたしません。ただどうかお気をつけて。それでも進まれるのですね。せめて私たちがあなたのご無事をお祈りしましょう。
おじい様のご様子はどうだ？一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死のちぎりを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも、命を賭し、主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。
なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り流飲を我が手にはできぬようだ。マイル、使命に再び間に合えよう。見事だ、巫女の忍びよ。惜しいな。主を変えるつもりはないか。ざれ言を。ざれ言だと。俺はこのアシナを守るためならば、どのような異端の力であれ従えてみせる。巴の雷見せてやろう。あなたが勝ったのですね。お主、争うつもりはありません。巫女の忍びよ。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺のすべてだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。
された。ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？アシナ一神。私は一神様に仕える薬師です。何故助けを命じられたのだ？一神様は流因の力を望んではおられません。故に九郎様をアシナより逃がそうとした。はい。井戸底への文、あれもお主か？その通りです。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に、あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。お迎えに参上いたしました。我が主。よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ。我が血は、流因は、人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとて、きっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは、よどみを生む。不死のちぎりも、落ち水も、流害も皆そうだ。人としての生き方を歪めてしまう。私は、流因の不死が生む、よどみの連鎖を断ち切りたい。狼よ。それを手伝ってはくれぬか。できませぬ。巫女様をお守りすること、それが我が父より課せられし掟なれば。そなたは私を救うため、幾度死に、そして蘇ってくれた。2度か、3度か、あるいは数えきれぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば、幾度でも。そなたを不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちをなしてくれ。御意。ありがとう、狼よ。不死立ちについてだが、根拠のない話ではないのだ。狼よ、これを。このアシナの城に残されていた古い記録だ。宣教の神なる竜の涙。ああ、その竜の涙というものがあれば、おそらく我が流因を断つことができる。しかし、宣教とは一体。狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだ。この香炉はかつて
このアシナの城には私とは別の流院の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名はタケル様。この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は？亡くなられて久しいようだ。源の好機まといて戦況へ帰る、そう言い残されたとか。つまり源の好機、それが戦況に行き着く鍵ということ。おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。していかにして調べるか。この城にはタケル様が残された書物がある。戦況に帰る術を求め集められたものだろう。私はそちらを探ってみよう。戦況への生き方のみでなく、不死立ち、それ自体についても探っては。おお、ならば一心様だな。あのお方ならば何かご存知やもしれぬ。狼、こちらじゃ。一心様はこの天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。ただその離れは閉ざされている。少しお加減がな。入る術は？屋根上にヨタカの衆が通う道がある。忍びが使う道だが、そなたならばたどれるのではないか。ヨタカの衆は目印にのろしを使うとか？ああ、ヨタカののろしをたどれば一心様の離れまで行けるだろう。こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。
落ち谷の鉄砲砦噂以上よ。
備えなきは無謀であったわ。懐かしい千宝寺の鐘が聞こえら。手に入れた。任具か。ああ。忍び義手は牙じゃと言うたが、任具を仕込むことで、その牙は形を変えることができるようになる。敵立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ任具が増えるだけ、敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから、仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任具を仕込んでやろう。わしが惚れるのは、お日の中に見える仏様が、いつだって怒ってらっしゃる。見えたまま掘るよりないじゃろうて。
一心様にお会いして、不死立ちの手がかりを聞いてきてほしい。この天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。開き窓から屋根上に出て、ヨタカののろしをたどれば行けるだろう。頼んだぞ。巫女様の命にておう、伺いたいことが。その前に先じゃ。はあ、褒美に取っとけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。はっ。巡ってここに至るか。人の絵にしてはつくづく面白い。
そうは思わぬかのう、赤炉よ。あなたは。してそのお主が何を知りたい？巫女様の目指す不死立ち、その鍵となるものを。不思議ならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは？虫つきとか言ったかのう。わしも見たことはないが、真の像を貫こうが首を落とそうが死なぬというぞ。まことであれば恐るべきことよな。そういった化け物すら殺す。それが不思議よ。不思議はいずこに？千宝寺にあると聞く。ただ、不思議は抜けぬというぞ。抜けぬとは？ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ、お山にこもり何をしておるかは知らぬが、まともな道などつながっておらぬのよ。これを。お主、わしのやった酒をわしに飲めというのか。気に入った。もらおう。やはりこれじゃ。時にお主、源一郎はどうじゃった？どうと？刃を交えたのじゃろう。ただ強かった。そして異様な技を。ほう。巴の雷とは一体。それはのう、源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは？巴。あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。行くか、赤炉。不死立ち。それもまた戦よ。そして戦では、関わる者の願いやら企てやらが渦を巻きおる。迷えばその渦に飲まれ、戦に敗れる。そうじゃ。肝に銘じておくがいい。赤炉よ。迷えば敗れるぞ。
一心様とも会われたようですね。礼を言われた。源一郎殿を切ったことへ。そうですか。源一郎殿、まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは我が師道元が調べていたもの。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道順あたりか。九郎様のお考えについては。聞いた。して共に不死立ちを果たそうと思う。そうですか。今までの助け、かたじけない。まるで今生の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声掛けください。薬師として助けとなりましょう。このひょうたん、お主が作ったというのか。はい。元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、このひょうたんの薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。薬師としての助けとは。ひょうたんの種をお持ちください。種だと。はい。薬水はひょうたんの種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。これをお主に。あら、一心様がお好きなお酒ですね。いただきましょう。おいしい。何か話してください。一つ聞きたい。はい。剣の師は誰だ。剣？私は薬師ですよ。誰だ。一心様です。ですがほんのたしなみです。お主の剣気、とてもたしなみとは思えぬ。何のためだ。人は切りません。人は切らぬ。はい。人を切りたいなどはつゆほども。ただ鬼など出れば切りたいと思っています。鬼？本気に取らないでください。ほんのざれ言です。ではまた。埃がひどいな。戻りましてございます。おう、戻ったか狼。一心様とは会えたか。はい。不思議にならば鍵になりうるやもしれぬ。そう仰せでした。不思議り。千宝寺にある死なぬ者を切る刀とか。なるほど。確かに流院の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。御意。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。
手がかりとは？花だな。巫女様、こちらを。これはもしや桜しずくか。それは流院の不死の契約がならざるとき、引き換えに残るものという。タケル様が残されたものでしょうか。であろうな。狼よ、もし望むのならば、この桜しずくもまたそなたの力としよう。ありがたく。わかった。目を閉じてくれ。は。タケル様の流院もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。もう目を開けてよいぞ。は。それはタケル様にいただいたもの。大事にしてくれ。御意。そういえばそこにある人の形が書いてある扉じゃが、一心様が忍びの抜け道と呼んでらっしゃった。どういったものか司祭はわからぬが、忍びの名がつくものだ。そなたならば使えるのではないか。
お主どうした？供養に病はつきものじゃがひどく苦しい。ご供養せねばな。
前さん、面白いものを手に入れたな。それは、からくり筒。忍び義手の真となる仕掛けよ。どれ、仕込んでやろう。この仕掛けで何ができる？真となるこの仕掛けがあれば、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義手の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。筒薬とは何だ？からくり筒と共に使う鉄のくず、あるいは炎症といったものじゃな。使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。旦那、待ってましたぜ。いただいた銭を元手に品を仕入れやした。さあ、買っていってください。ところで旦那、聞いてください。ああっしはね、商いをもっと大きくしたいと考えてやす。このアシナはいつ滅びるかもわからねえ。いわば沈みかけた船だ。つまり成り上がる好機じゃねえかと思うんでさ。そこで一つ頼みがありやす。なんだ？アシナの侍どもが今欲しがっているものは何か探ってきちゃくれやせんか。そいつが分かればアシナの侍どもと取引ができやす。旦那は忍びだ。敵方から情報を仕入れるいい耳をお持ちのはず。ぜひお願いしやす。
どうした？竜がよ、よどみのあふれで振りまかれ、やがて死に至る病じゃ。なんだと？わしのことなら心配いらん。あいにくとまともじゃないんでな。じゃが喋るのは面倒じゃ。あとはエマに聞け。あとはその忍び義手、随分と腕に馴染んできたようじゃな。お前さん、これを取っておきな。これは？お前さんの牙でどう噛み殺すか、それが書いてある。要は、忍び義手を使った戦いの術じゃな。わかった。まったく、義手の忍び技など、もはや無用と思っておったが、わからんものよな。
おい。あとは
ご供養いかがかね。あんた、この先の洞窟には入りなさんな。古いお社があるばかりの蛇神様の住処じゃて。それに蛇神様に飲まれちまったら我らの供養もできぬからの。死者たちにご冥福あれ。
何にやられた？おザル、首が
もし御仏の道を知る者ならば仏敵を撃ってはくれまいか。仏敵だと？そうじゃ。あれはこの先のハイジにこもり村人たちをまやかすため幻の霧で村を閉ざしておるのじゃ。ハイジか。古い建物でな。もし扉が閉ざされていても2階に穴が開いているはずじゃ。なあ、もし扉が閉ざすなんじゃ！
極陽いかがか。こんなところにも。死ねぬものでもお構いなしじゃ。さあ極陽して生きなされ。へっ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 へ。死者があるところ、また供養衆あり。どこへ行こうとご供養を欠かさぬようにの。へっ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 へ。かご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 。おらはかごじゃ。おい。かご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 。落ち着け。あんたまともな人かい？よかったよ。あんたはまともなお人だよ。あんた何か聞きたいことがあるのかい？ただすまねえが、おらこのままカゴかぶったままでいさせてくれ。この村の者たちどうなっている？わからねえ。ただみんな火を怖がる。頭がぼーっとしてるときはオラもそうだった。あのなかなか消えない日、今思い出してもゾッとする。消えない日。漁師の犬彦のやつが松ヤニを燃やして家に立てこもってたんだ。あいつの松ヤニは長く燃えるからな。まったくいまいましい。犬彦は村の鼻つまみ者だ。獣の肉など食いやがる。だから神主様もあいつにはお酒をあげないのさ。その犬彦の家はどこだ？池の向こう側さ。どん詰まりに犬彦の家がある。そうかい。行っちまうのかい。オラはここでカゴにこもってるよ。辛抱せねば。
悲しいのです。何が悲しい？今頃は作座様、どこにどうしてございましょう。それがわからぬのが悲しいのです。会えずともせめて知りたい。なれど頼りを出しても帰ってこぬ。誰も居場所を教えてくれぬ。ねえ御仁、作座様はいずこですか？知らぬ。ああ、あなたも嘘つき。どうして皆隠すのですか？作座様、代わりにどうじゃ。よいぞ。溶けてきた。溶けてきたぞ。おお。
置いていかれてしもうた。皆小太郎を置いてどこへ行ったんじゃ。おらどうすればいいんじゃろう。なぜ泣いている。皆に置いていかれてしもうたんじゃ。皆と皆はあれ誰じゃ。くるくる回る赤白いお花、たった一輪真っ白いお花、真っ白いお花が見当たらない。なんだと。頭が痛え。すまねえ。あんた何を言っているのかオラにも訳がわからねえんだ。とにかく真っ白いお花を探さなきゃ。真っ白いお花をどこに。
寒い。ミルコ。無理にしゃべるな。わからぬ。どっちじゃ。
ご供養いかがかね。こんなところにも。死者があるところ、また供養衆あり。仏を忘ればまた弔いもなきゆえにな。さあご供養していきなされ。死者があるだからまた供養衆あり。いずこへ行こうとご供養を欠かさぬようにの。我が息子のためその刀置いてゆけ。できぬ。愚かなり。
猿が3匹。一つは空か。どうかお許しください。あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ。なれどそれはかなわぬようです。目を閉じてください。奥の院にてお会いいたしましょう。何故参られたのですか。不思議りを求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ。抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか。わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。なぜ皆死を厭わぬのですか。あなたは一体。その右目、流因の呪いを受けているのですね。不思議り。確かにもらい受けた。あなたは
龍院の巫女に仕えるお方なのですね。ああ。何故不思議りを求めるのですか？戦況に龍の涙を手に入れ、不死立ちを果たすために。なるほど。読んだことがあります。龍院を断つ術があると。うん。つまり巫女は龍院を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとは、いいなものですね。私は、越智の巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた、偽りの龍院を持つ者です。巫女たちとは？まともに育ったのは私だけ。他の皆は、ここに眠っています。そうか。不死を断つことが正しいのかは分かりません。なれど龍院が人の生き方を歪める、それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一女となりましょう。お手を。なんだ？北条を。これは米か？はい、お米は大事と存じます。噛めば噛むほど甘くなり、元気も出ましょう。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。すみません、巫女の忍びよ。お米がまだ実っておらぬのです。また北条の頃にお授けしましょう。さようなら、巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。
こぬな。交代の刻限などとうに過ぎておるというに、誰も来ぬではないか。忍びどもがおほり。
エマに聞け。フィッシー様、私が目をすぐにどこかへ失い困ったものです。それをこちらに種をひょうたんに植え付けます。よし、これで薬水の傘が増すでしょう。妙ですか。悪い気がしません。貢献があれば奇妙と思うことでも勇んですべし。それが我が師道元の教えですので。そうか。ひょうたんの種を見つけたならばまた持ってきてください。薬水のかさ増しをしましょう。では、おう、ネズミを飼ったようじゃな。おう。やはりお主には人斬りの才がある。よし、褒美じゃ。取っておけ。これは芦名流じゃ。流派というても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。酒を。おお、赤炉、気が利くのう。おお、猿酒ではないか。火を吹くとはこのことよ。お主、この酒の別の名を知っておるか？知りませぬ。知らぬか。こいつはな、修羅酒とも言う。昔、わしは修羅を、いや、修羅のごときものを切ったことがある。それは一体？切り続けた者はやがて修羅となる。何のために切っていたか、それすら忘れ、ただ切る喜びのみに心をとらわれるのじゃ。お主の目にも修羅の影があるぞ。せいぜいわしに切られぬよう肝に銘じろ。
酒を。おお、気が利くな。どれ。良い酒じゃ。勝ち戦の時はこうして飲んだものよ。芦名衆の皆でな。国取り戦の芦名衆。国取りか。取られたものを取り返したまでよ。それはもともとこの芦名は我ら芦名衆が暮らす地じゃった。源から流れいずる水、それをこよなく愛する民じゃ。ゆえに酒もうまい。じゃが我らは異端、そして弱い民じゃった。当然に蹂躙され服従を強いられた。ずっと長い年月な。源の水を祀ることすら許されぬ。そのざまではうまい酒を飲んでもまことには酔えぬ。だが世が乱れた。ああ、日の本の乱れが、この人死に絶えぬ戦の炎が、ひとたびは好機となり国取りを果たした。だが、今は死地にある。皮肉なことよ。時に赤狼、極めたか。は。おお、確かにな。赤狼、やはりお主には人斬りの才がある。褒美じゃ、取っておけ。しかと。お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ、我と共に参りましょうぞ。この袋は巫女様の尊いその恩知をお守りしたいだけにございます。お主も流因に見入られたか。話すことはない。去るがよい。相すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したか。満足しましたら帰りまする。
もう一振り、それを使うためにな。アシナを守るためならば、己のすべてを投げ打たれるおつもりでしょう。我が孫ながら見事な覚悟よ。じゃが苦労の血を使わせるわけにはいかぬ。刃を震えるのもあと幾度か。その時まで天狗はしまいじゃ。あのお方がいます。できるか。仏頂面だが、どこかにくめぬ。あやつは実に面白い。父上、生きておいでだったとは。計りごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。わしはあの巫女の力を流飲を手中にしようと思う。ですが、分かっておる。第一の掟により父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い巫女を捨てよ。できませぬ。できぬだと。忍びが情に流されるなど、なんと情けないことか。せがれよ。なぜこの父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める。そう決めました。我が主のように。少しは成長しておるようだな。やろうか。狼よ。参る。久方ぶりよな。おい！
仏師殿には会われましたか？ああ、あれは。はい。我が師道元より聞いたことがあります。龍院は海星の力を授けることができる。しかしそれは常ならぬ力。繰り返せばやがてよどみがあふれ、関わった者に病として降りかかる。その病を龍害と呼ぶと知りながら、それを止められなかったは私の不明です。すみません。その龍害を治す術は？わかりません。ですが突き止めねば。まずは死の残した記録を当たってみます。頼む。ではまた。狼。ご無事で何より。フクロウは？切りました。すまぬ。九郎様。すまぬ。なすべきことをなしたのです。狼、ありがとう。父がこれを持っていました。これは床桜の枝か。そうか、フクロウが持っていたのか。床桜の枝。エマ殿から聞いた話だ。床桜とはタケル様が戦況より持ってこられた桜。この城の裏手にかつて咲いていたという。だが何者かが枝を倒り花を持ち去り、床桜はやがて枯れ果ててしまったそうじゃ。これがその床桜の枝。ああ、おそらくは。これでまた一つ源の功に近づきました。ああ、そうだな、狼よ。シャキッとせねば。狼よ、私の方も調べが進んだぞ。きっとこれが最後に必要な香の材料だろう。それは龍院の巫女の血、つまり私の血だ。九郎様の血ですが、それは流れぬはず。ああ、龍院の巫女とはそうしたものだ。だが源一郎殿の居室でタケル様の故障の手記を見つけてな。何か血を流す術があるようなのじゃ。ひとまずこれをそなたに渡しておこう。さて、我が血を流す術、いかに調べたものか。エマ殿に聞くのはどうでしょう。うん。クスシならば人の体に明るいか。確かにそなたの言う通りかもしれぬな。おう、狼よ。新たな手がかりを見つけたぞ。石じゃ。石とは？これを見てくれ。これは、どうした狼？ん？そなたの持っておるその妙な形の石、もしや源の香の石か。は、この石、何やら祀られておりました。おお、それは書物に記されていた通りだな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祀る、そう書かれておりました。腰入れ。それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから
腰に乗り、どこへ嫁に行くというのか。まあ、考えても拉致が開かぬな。かぐわしく。ん？九郎様。あの場は、戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか。かぐわしくとは、源の好機をまとうこと。それを指しておるのやもしれぬな。狼。その背中の刀はもしや。不思議にございます。それが、死なぬ者を殺すという刀か。はい。千宝寺の越智の巫女より授かりました。越智の巫女。千宝寺の者たちは、僧を捨て、死なずの探求に魅了されておりました。その末に生まれた、偽りの流因を持つ者。それが、越智の巫女たちです。偽りの流因。そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか。はい。多くの越智の巫女が作られ、されど、生き残ったのは、ただ一人にございます。流因は、やはり人のありようを歪めてしまうか。不死立ち、なさねばな。御意。お主に尋ねたいことがある。はい。何でしょうか。巫女様の血を流す術だ。何故、それを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たす。そのためには、巫女様の血がいるのだ。そうですか。確かに。流因の巫女の血は、尋常の方法では流れません。ですが、あなたは、それをなす術をお持ちです。不思議りか。はい。こちらを。タケル様が記されたものか。はい。不思議りならば、流因の巫女の身に傷を負わせ、血を流すことも叶うでしょう。わかった。これで不死立ちが、また一つ進む。巫女様にもお伝えしよう。はい。狼、エマ殿に話は聞けたか。はい。どうじゃった？何か分かったか？不思議りならば叶うと。そうか。不思議りならば私の血を流すことが叶うのだな。はい。うん。試しにやってみぬか。不思議りは本来は抜けぬ刀。触りがあるやもしれませぬ。功をたく。その時でよろしいかと。うん。そこまで言うならそうしよう。戦況に至るための功集めも進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。花とは？まずはこれを。これは？タケル様が残されたものだ。戦況に帰るため源の好機について調べていたのだろう。この芦名を貫く源より流れいずる水。その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の効の一つであるようだ。源の水が濃く溜まった場所。深い渓谷などでしょうか。なるほど。ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。どうした狼？巫女様、
こちらを。その白い花、もしや落ち谷に咲いていたものか。はい。落ち谷の奥に。その場所が源の水の流れの濃い場所だったということか。よもやすでに手に入れているとはな。よくやってくれた、狼よ。狼殿、よくぞ参られました。では狼よ、ようやく叶うな。これできっと源の好機を抱きしめることができるだろう。さあ、香炉に集めたものをくべてくれ。御意。巫女様。狼、不思議よ。案ずるな。深くは切らぬ。不思議りを抜いてくれぬか。はい。すまぬが、目を閉じてくれ。は。もう良いぞ、狼。大事ありませぬか。大丈夫。胸のあたりを少し切っただけだ。これが源の好機か。何やら無性に懐かしい。はい。どうじゃ、何か変わったことはあるか。匂いと、それから源の宮、その言葉が頭から離れませぬ。源の宮、タケル様が書き残されていた通り、そこから宣教に通じているのだろうな。その源の宮への生き方だが、かぐわしく腰入れ立てまつる。香りの石が置かれた祭壇にそう書かれていました。そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。不死立ちは間近。頼むぞ、狼よ。御意。
もしお若いお人、お若いお人、お気をつけください。宮の貴族たちは若い世紀に乾いています。吸いたくて吸いたくて仕方がないのです。ああ。特にこの先、中庭は鬼門です。宮の貴族がわらわらと先に進むなら、外周を回られた方がよろしいです。なぜ俺に？お若いお人に一つ頼みがございまして。なんだ？父のことです。我が父は貴族になりましたが、その時恋に見入られてしまいました。もうずっとただ恋に餌をやっています。お若いお人、どうか父を恋の呪縛から解き放ってください。あのような永遠は父の望みではありませんでした。中庭は肝そうずっと
あ
もしお若いお人、もしや代理に行かれるのですか？それならば脇道の方がよろしいです。今は水の中、主の恋の寝床になっている大きな洞窟の先でございます。なぜそのような。代理の扉はもう長い間閉じたままです。大事なお使いがあるのですが、このババの身ではどうにも果たしようもなく、お若いお人に代理の扉を開けていただければと。今は水だ。
宣教か。
何があった？一心様は病にて見まかられました。そうか。それを察知したのでしょう。ナイフの軍がその機に乗じ、この城に攻め寄せています。巫女様はこれを。この鍵、巫女様は城外への抜け穴か？はい、狼殿。月見楼がある水の手クルアの堀、その終端にある抜け穴に向かってください。九郎様はその抜け穴から城外へ脱し、すすきの原であなたを待っているはず。わかった。一心様の命にて、夜鷹の衆が目印ののろしを屋根上に置いています。夜鷹ののろしをたどり、九郎様を追ってください。九郎様は抜け穴より城外に達しました。月見楼がある水の手クルアの堀、その終端にある抜け穴に向かってください。すすきの原であなたを待っているはず。一心様の命にて、夜鷹の衆が目印ののろしを屋根上に置いています。夜鷹ののろしをたどり、九郎様を追ってください。お主は今しばらく一心様のおそばに。わかった。すみません。お酒は今は。九郎様をお願いします。もうお主恋の鱗を知らんかえ。宮様の宝鯉、尊い鱗。それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。今度は鱗。
お主、鱗を持っておいでかい。もし持てば存分に褒美を取らそうぞ。礼をし、良き者、また鱗持って。
もしお主、濃いキラキラ光る宝鯉、それを持てば存分に。今度はそこのお主、もしそこのお主、そこのお主、もしお主、もし良き心がけ褒めて、また
鐘鳴らすべし。主餌鐘。お主、鱗を持っておいでかい。もし持てば存分に褒美を取らそうぞ。もうお主よ、もしどこかで我と同じ壺に会うことがあっても、あやつの願いを聞かぬでおくれや。あれは一族の恥者。己のため主の恋様を死にせんとした大逆の罪人よ。だいぶ鱗が戻ったのう。お主のおかげじゃ。ようやっとあやつの罪を償える。しかし鱗は尊いのう。まるで我までが尊いようじゃ。もうここまでの働きあっぱれであった。ゆえにお主を見込んで話を、いや姫事を聞いておくれや。おう、さよか。まことあっぱれなおの子よ。知って姫事じゃが、この餌を主の恋様に献上しておくれ。くれぐれも誰にも知られず、ひそひそとな。さすればお主に宮の秘宝を授けようぞ。のう、お主、我の餌をよろしく。ひそひそひそひいずこ。主、
としたりかたじけ旦那、忍びかい？ああやっぱりか。だったら俺の情報を買わないか。忍びならわかるだろう、情報の価値ってやつが。じゃあな、旦那。極よ、死者があるところ、また供養衆あり。汚れとて我らばかりは見捨てまい。さあ、ご供養して生きなされ。死者があるといずこへ行こうと
ご供養を欠かさぬようにの。
九郎様は抜け穴より場外に達しました。月見楼がある水の手狂わの堀、その終端にある抜け穴に向かってください。すすき野原であなたを待っているはず。一心様の命にてよたかの衆が目印ののろしを屋根上に置いています。よたかののろしをたどり、九郎様を追ってください。九郎様をお願いし。上官稼せよな。なれば急いでくれ。城下はひどいありさまじゃ。何蛇谷に橋まで駆け寄ってくれ。頼む。足のため。
しなが
ちまう。
お主も。だな。畜生め。よし、源一郎様が戻られたら始めるぞ。龍院と共にアシナを起こすのだ。そう
九郎様。久しいな、巫女の忍び。見よ、不思議りのもう一振りよ。健一郎殿。そのようなものでは決してアシナの命運は変わりませぬ。狼よ、流院など誰の手にもあるべきではないのだ。苦労をかけるな。行為。参る。ああ、しまいとしよう。俺がアシナを生かす。じらせはせぬぞ。何もできなかった。だが流院がこの国を生かす。これでアシナの世は明ける。哀れな孫の最後の願いじゃ。わしはこのアシナをよみがえらせねばならぬ。故に赤炉、お主を斬るぞ。参れ、赤炉。
じゃあ赤炉さらば。狼。おそばにおります。竜の涙。我が生涯の忍びを、虫たちをお願いできますか。
これはやはりあなたが持っていてください。また新しい忍びが力を求める時が来るでしょう。